皆さん、こんにちは。ゆきです。このチャンネルでは、日本語や日本文化に興味がある人のために、簡単な日本語でビデオポッドキャストをお届けしています。ジャパニーズポッドキャストの再生リストを保存して、リスニングの練習に使ってね。今日は多分皆さん言われたら嬉しい言葉、ハンサムだねという言葉について考えていきます。ハンサムとかハンサムなという言葉を紹介します。でもみんなドラマとかアニメを見ていて、ハンサムだねっていうセリフ聞いたことありますか？多分あまりないんじゃないかなと思います。私も普段ハンサムだねって使ったことはないかもしれません。でも教科書では初級の最初の方にハンサムなという単語が出てくるんですよね。どうしてなんでしょう。今日はハンサムな、かっこいい、イケメンの意味は違うの？男性の外見を褒める時の言葉、その歴史とか昔はどんな言葉を使っていたのか、日本語で紹介していきます。最後までぜひ聞いてみてね。ハンサムなという言葉は日本語の初級の教科書の最初の方に出てきます。ちょうどな形容詞、い形容詞を習うときにいろんな形容詞が出てきます。その中に男性の見た目を褒めるハンサムなという単語が出てきます。英語で言うと good looking とか、英語にも handsome という言葉がありますよね。それと同じ意味で使われています。初めて日本語の教科書でハンサムなという単語を見たとき、私はびっくりしたんです。ハンサムなと言われて意味はわかるし、使い方もわかるけど、普段の会話で、この人ハンサムだよねって私は使ったことがありません。多分もう少し私より前に生まれた世代の人はよく使っていた言葉なのかもしれません。が、good looking と言いたいときに日本語でどの単語を使いますか？例えば、かっこいいとかイケメンっていう言葉を最近はよく使うと思います。イケメンというのは、この前別の動画で紹介した省略語の一つです。イケメンはイケてるメンズの省略した単語です。イケてるメンズが短くなってイケメンという単語ができました。これはスラングみたいな感じだったのが、今は誰でも使う言葉になっています。この言葉が出てきた時は若い人だけが使う言葉だったけど、だんだんイケメンがみんなが使うようになって、今はイケメンで伝わります。イケメンもハンサムなと同じような意味で、かっこいい人のことをかっこいいとか、かっこいいとか魅力的なという意味でイケメンと使います。あの人イケメンだよねみたいな感じで使います。ちなみにイケメンの面は英語の面。でも漢字で顔ということを、顔という漢字はあるんだけど、面という漢字。面という漢字は顔の意味を表すので、そこから来てるという話もあります。両方の意味があるみたいです。じゃあ、ハンサムなとかっこいい、イケメン、全部同じ意味ですか？
全部同じではないです。イメージとしては、かっこいいというのはとても意味がたくさんあって、かっこいいの中にイケメンとハンサムが入っているイメージ。イケメンとハンサムはほとんど同じ意味で使っています。かっこいいという言葉は見た目の顔が美しいということだけじゃなくて、生き方が素敵とか、ファッションが素敵とか、ただ顔の美しさだけのことに使う言葉ではありません。だから、例えば、彼の生き方ってかっこいいよねって言ったり、彼女のファッションかっこいいねって使ったり、あと子供にもその髪型かっこいいねって褒めるときに使ったりします。女の人のことを褒めるときにはよく可愛いとか綺麗なという言葉を使いますよね。だから女の人を褒めるときにハンサムなというのはあまり使わない気がします。かっこいいはよく使います。で、ハンサムなという言葉は少し古いように私は感じるんですけど、その歴史を少し調べてみました。調べてみたら、ハンサムなという言葉が、この英語のハンサムから日本に入ってきて、ハンサムなという日本語ができたんですけど、これは明治時代というのは1900年ぐらいの話。1900年ぐらいに日本に入ってきて使われるようになった。日本に入ってきてだんだん広まった言葉のようです。では、1900年よりもっと昔はハンサムなとかかっこいいって言いたいとき、どんな言葉を使っていたのでしょうか？知っていますか？調べてみたら、こんな言葉が出てきました。男前とか二枚目、聞いたことありますか？この男前とか二枚目という言葉は、1900年より前の日本では、ハンサムなとかかっこいいという意味でよく使われていたようです。でも、今この男前とか二枚目っていう言葉が使われなくなったのかというと、そういうわけではないです。今でも使われています。ただ私は使ったことはないかもしれないですね。でも、例えば俳優さんの美しさを言葉で表すときに、二枚目という言葉を使って、書かれた記事とかメディアとかもあります。二枚目という言葉は歌舞伎から来ている言葉のようです。ハンサムで女の人がすぐ好きになってしまうような役の人のことを二枚目と言っていたようです。じゃあ、かっこいいという言葉はいつから使われているのかなと思って調べてみたら、1960年頃から日本で使われている言葉のようです。そんなにそこまで歴史はないですね。他にもハンサム、かっこいい、イケメンみたいに見た目を褒める言葉。日本語では美男子とか容姿端麗という言葉もあります。ちょっと漢字が多くて難しいですよね。容姿端麗という言葉は女の人にもよく使います。顔だけではなくてスタイルも綺麗で
美しい人のことを褒める言葉として使います。ハンサムな、もうかっこいいもイケメンも、だいたい見た目を褒める言葉として使えるのですが、かっこいいの方がいろんな場面で使えるので便利な言葉だと思います。ではまとめます。ハンサムなは昔から使われている言葉で、男性の見た目を褒めるときに使う言葉。彼はハンサムですねとか、彼のお兄さんはハンサムですねみたいな感じで使います。かっこいいは見た目だけではなくて、ファッションとか生き方とかいろんなことを褒めるときに使える便利な言葉です。普段の会話でもよく使う言葉です。イケメン。イケメンは最初はスラングみたいな感じだったけど、今では誰でも使う言葉になっています。皆さん、ハンサムなかっこいいイケメン、もう覚えましたか？ぜひ友達や家族に使ってみてください。女性には可愛いとか綺麗な使ってみてくださいね。今日も最後までこの動画を見てくれてありがとうございます。このポッドキャストはこれから Spotify でも配信する予定なので、アプリを使っている人はチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。もしよかったら Spotify で評価を書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。